Rap Your Japanese Podcast へようこそ。今日のテーマは、日本に来ることがお前の人生を変える。このテーマについていろんな点から話していこうと思う。この Red Pill Japanese Podcast では、俺が友達喋ってるような感覚でタメ口をお前に喋るから、お前はリアルな生の日本語をそのまま学べる。こういうのは教科書とか、ほとんどの日本語を教えてるクリエイターとかは全然教えないから、教科書から日本語を学ぶよりめちゃくちゃ有益になってるから、最後まで見てみて。教科書では学べない大事な単語とか言い回しをスクリーンで見せていくから、でそれが一番大事な単語とかになってくるから、ノートとか取ってるならスクリーンで見せていく単語をノートに取ればめちゃくちゃ学べるから。なんで日本に来ることがお前の人生を変えるかっていうと、まず日本に来ることに限らず地元を出るっていうことがめちゃくちゃ大事だよね、人生において。まず地元を出ると当たり前が破壊されるじゃん。自分の地元で当たり前だったことが違う場所に行くとそれが当たり前じゃない。例えば自分の地元では毎日ハンバーガーとか食ってるような環境ってすんじゃん。でも日本に来たら毎日米を食うと、しかもその米の質が高いみたいな、それが当たり前なんだよね。この自分の当たり前がどんどん破壊されてって、自分の価値観っていうものが広がっていくよね。自分の人生の経験が広がって、その経験が増えれば増えるほど、本当に自分の好きなもの、自分の好きな価値観、文化、食べ物っていうのが分かってくるよね。これってめちゃくちゃ俺らの人生を豊かにすると思わない？地元に留まってたら、こういう本当に自分の好きなもんっていうのも分かんないわけよね。なぜなら、その当たり前、地元にあるもんしか見てないから。地元にあるもんが当たり前で、自分が、そういうのが人生、それが人生って思ってても、世界の裏側には全く別の現実、当たり前で生きてる人たちがいるって考えると、なんだろう、本当に人生、地元に留まってたらめちゃくちゃもったいないなって思わない？で、日本に来ることに限らず自分の地元を出るってことは、自分の居心地の良かった場所から出るってことじゃん。自分の安全地帯から全く新しい場所、自分のことを誰も知らない、ちょっとネットで SNS で見たことあるくらいで、どんな場所かも全然わかんないようなとこに行くのは勇気がいるやん。で、言語も学んで、で、こういう挑戦をどんどんしていくことになるよね。コンフォートゾーン抜け出して。挑戦をしていくことで、人としてめちゃくちゃ成長できるじゃん。で、新しい場所に行って初めて自分の弱さっていうか、なんだろうな。自分のウィークポイントにも気づかされたりして、で、課題が見つかって、次は自分のここを伸ばそう。ここを成長させようっていう風に繋がってって、地元では見れてなかったこと、気づけなかったことが、その新しい場所に行ったら気づけるようになる。めちゃくちゃ素晴らしいことだと思うんだよね、これ。こういうの全部地元に縮こませたら一生気づけないんだよ。地元の環境が当たり前だと思って、地元の友達とずっと遊んで、毎週のように飲みに行って、どこにも行かないで、行ったとしてもまあ国内だけみたいな。そういう人生を生きてたら自分が本当は好きになるはずだった文化とか言語とか食べ物とか知らずに死んでいくことになるんだよね。それってめっちゃもったいなくない？死んだ後に世界の全部を見れるとすんじゃん。魂がお空に行って世界の全部を見れるようになると。そうなった時に、今まで生きてた時に見れなかった美味しそうな食べ物とか、いろんな言語とか、めちゃくちゃ可愛い人とかさ、そういうのを見た時に、うわ、地球にこんなんあったのみたいな。俺これを経験しないで死んだんだ。めちゃくちゃ後悔するでしょ。地元を抜け出して日本に来るってことは、あんまりそんな大きなことじゃないかもしれない、お前にとったら。でもそれやってることは、自分自身の人生を想像以上に豊かにしてて、で死んだ後により後悔ない人生にしてるってことに気づいてほしい。めちゃくちゃでかいことをしてるから。で、プラス日本語も学んでって。も
素晴らしいと思うよ。By the way, if you want to speak casual Japanese like I do, so you can make Japanese friends, date in Japan, and experience Japan insiders too, you can join the Nihongo Repio Dojo and learn real casual Japanese in the fastest way possible. Check the top link in the description. で、この世の中一生地元に留まって、言語も学ばないで、その自分の狭い価値観だけ生きてる人、毎日脳死状態で、現実に目をつぶってこれが俺の人生だって言って、なんとなくで満足してる人が大半の中で、日本に来る新しい国に行く、新しい言語を学ぶっていうことをしてる時点で、めちゃくちゃ尊敬に値すると思うよ。すごいことをしてると思う。マジで。お前の人生を変える理由は、単純に日本はシンプルにめちゃくちゃいい国。日本人としても思うことなんだよね、これって。こういう日本人結構いるんだけど、俺も昔そうで、日本に対して、日本も終わってるでしょとかさ、言って、海外に行きたがるっていうか、なんだろう、とりあえずなんとなくで、なんかワーホリ行ったり、留学したりみたいな。その選択は素晴らしいと思うよ。自分の目でちゃんとその日本とその国の違いを確かめられるから。俺はそれ確かめて、結局この結論に戻ってきた。日本はめちゃくちゃいい国。悪い面もあるけど、全体的に見たらめちゃくちゃいい国。まずサービスの質、めちゃくちゃ高いよね。2ヶ月の長旅から成田空港に到着したんだけど、その時に日本人の空港スタッフとちょっと喋る機会があったんだけど、めちゃくちゃ、なんて礼儀正しいんだみたいな、なんだろう、尊敬の気持ちがあるよね。日本人ってどんな人に対しても。尊敬心があるよね。知らない人に対して日本人は思ってないかもしんないけどね。デフォルトでなんか知らない人には礼儀正しくみたいな。そういう文化があるおかげで、その接客とかレストランとかその空港スタッフの空港での対応っていうのがめちゃくちゃ気持ちいいよね。もちろん全員がそうとは言わないけど、全体的にサービスのレベルが高い。レストランのスタッフ、あの人たちチップとかもらってないのに、あんなに元気よく働いて、礼儀正しくて、いいサービス提供してくれるって、そんなにいい国民性あるって思うんだよね、俺。飯もマジうまいよね。日本の飯は世界的に見ても上位5位には入るんじゃない？トップ5。世界的に見ても日本の飯はマジでうまい。どこの国の飯が一番うまいと思う？ちょっとコメント欄で教えてほしい。俺的には日本の飯って他の国の飯もうまいよ、もちろん。日本の飯って違うんだよね。日本の飯って繊細っていうかソフト、尖りがない、口の中にスンって入ってくっていうか完璧なバランスっていうのがあるんだよね、日本の食には。この飯のクオリティが高いのは当たり前だから日本で。そうなると日本のご飯の基準も高くなるやん。でそうなるとうまい飲食店しか生き残れない世界になってるわけよ、日本って。うまいご飯しか食べれない、日本では。たまに洋食、白人飯食いたくなる時もあるけど、基本的には、日本の米となんかおかずっていうこのスタイル、俺は一生手放したくないかなって思う。もううまいんだもん。なんでこんなうまいのかわかんないけど、うまいんだよ。日本人の舌が繊細なのかわかんないけど、めちゃくちゃうまいんだよ。で、プラス、日本独特の美しい文化があるよね。日本語もそうだし、日本っていろんな文化があるよね。家一つにしてもそうだし、建物一つにしてもそうだし、神社とかお寺とか行けば、すごい文化が見れるじゃん。でこういう文化が守られてる国っていうのは、なかなか少ないよね。その文化、一つの文化で成り立ってる国っていうのは、現代、特にアメリカとか、別にアメリカが悪いって言ってるわけじゃないけど、アメリカってなんかめちゃくちゃ多様じゃん。超多様。いろんなコミュニティがあって、いろんな文化がもう交わり合ってるような場所だと思うんだよ。でも日本って、日本の文化
がもうメインにあって、で、そのプラス周りにちょこちょこ小さい文化が入ってきてるみたいな感じだと思うんだよ。もちろんアメリカの文化結構大きく入ってるけど、でも日本の文化が一番っていうのは崩れてない気がするんだよね。そういう印象を受ける。普通に日本で生活してて。カナダ行った時は、もう文化がないんだよな、あっち。あっちの飯も、なんか、プーチン、プーティン、プーティンくらいしかないし。なんか、カナダってなんすかみたいな。カナダの文化って何みたいな。なんかindigenous people、indigenous something とかあるけど、でも残ってないよね、その文化。って思ったね。カナダこれっていうご飯がないし。その時にやっぱり日本の文化ってすごいんだ、みたいな。超確立されてるやん、みたいな。思ったよね。だから日本ってこういう点を踏まえてめちゃくちゃいい国なんよ。日本将来、もしまだ来てなかったら、日本に来るとすんじゃん。で、多分好きになると思うんだよね。でもし嫌いになっても、自分の目で確かめて嫌いになったってことだから、それだけで、お前の人生はもう豊かになってる。なぜなら、自分が本当に好きなもの、自分の価値観っていうのを、本当に、本当の意味で理解できるようになってるってことだから。たくさんのデータがあればあるほど、たくさんの場所に行けば行くほど、たくさんのご飯食べれば食べるほど、たくさんの人と喋れば喋るほど、自分の本当に好きな場所、飯、人、文化っていうのが分かるようになるじゃん。それで自分の人生どうすればいいかって分かるようになるよね。だから、日本に来ることがお前の人生を変えると思う。今日はそんな感じで、もし日本語学んでて途中で心折れそうになったら、これ覚えててほしい。今やってることは、お前の人生をいい方向に変えてるから。将来の自分が今の自分にめちゃくちゃ感謝するから。将来の自分のために毎日やり続けよう。俺も自分の目標に向かって走り続けるから。じゃあまた次の動画で会おう。お疲れ。